はい、どうもこんにちは。ラバと申します。今日はですね、今これ使っているパワー A のエンハンストワイヤードコントローラー、スペクトラインフィニティの紹介しようと思います。で、先に注意点です。こちらですね、パワー A のエンハンストコントローラー2つ種類がありまして、スペクトラっていうのとスペクトラじゃないやつですね。外見見たらわかんない。光ってるやつが光ってるやつがあるんですけど、光ってるやつの違いは、そちら違いは、光ってる方はですね、このトリガーストップというボタンがついております。そして、コントローラーが光ります。でこのトリガーストップっていうのは大きな違いかなと思うんですけども、こちらはですね、コントローラーのこの絞りの部分ですね。こちらがですね、調整できます。このトリガーの絞りね。ちょっとどうやって見たらいいかな。こうか。こうやっていいかな。でもこうやってなんだけど、真ん中なんですけど、これを例えば端っこにやりますと、こうやると、すごい深く引ける。一番最後まで。で、反対にすると、これがね、カチッてなる。わかるかな。こんな感じでね、トリガーの絞りを調整できますね。僕の場合は APEX するときは、APEX するときにこうやってホールドして歩きたいわけじゃないですか、こうやって。そういうときに、これがね、一番端っこの短いやつだと、ホールドしづらいんですよね、結構。おっと、外れたりするんで。だから、真ん中ぐらいに押さえてますね。同じような感じの理由でこっち側も真ん中にしてます。でね、先ほども言ったけど、僕は APEX が結構やることが多いんで、APEX に焦点を当ててレビューしようかなと思いますね。特に APEX する人に結構向いてるんじゃないかなと思うんですよね。なぜかというと、背面に2つボタンついてるんですね。こちらまで紹介しましょう。で、先に形なんですけども、形はですね、かなり Xbox の標準コン、だから、純正コンですね。Xbox のシリーズ X とか、Xbox One に似てる感じですね。ごめんなさい。ただ僕はですね、一応、Xbox のシリーズ X コントローラー持ってないんですけども、あと Xbox One も、実家に Xbox One があったんで、その感じと、あとネットで見た人、情報とか、ネットで見た画像の比較とかで見た感じ、ほぼほぼ形も変わらないのかなって感じですね。で、重さに関しては少し軽いのかな。確か、Xbox コントローラーが充電のバッテリーが入ったりしてるから、それに比べてこっち入ってないんで優先なんでね。だから軽くなってますね。そのあたりは調べてもらったらね、出てくるんですけども。僕は使用感についてのレビューしようかなと思いますね。外見じゃなくて、使用感についてのレビューを中心にしましょうか。でね、先ほど見た時の背面ボタンの感じですね。こちらはですね、このですね、持った時にね、こう、薬指に来る感じの位置になってますね。僕の場合はこのトリガーを2本で持つんでね。で、こちら1本で持つ人の場合はですね、後ろに回したらこれ、中指で押せる形になりますね。ほら。いいかな。結構押しやすい形ですよ。問題なくプレッシャーも押せる。そういう形になってますね。でね、これ比較しましょうか。でね、昔買ったことがバトルビーバーっていうところのカスタムコントローラーがね、これデュアルショック4なんですけど、PS4 のコントローラーですね。これ PS4 のコントローラーを改造してるコントローラーなんだけど、これも背面ボタンついてるんだけど、このボタンね、ちょっと押しづらいんだよね。ちっちゃいからね。ちっちゃいのと、押しやすい位置にもあるし、やりやすいんだけど、ボタンが軽いんですよね、結構。わかるかな。結構軽い。だからね、ちょっとね、押しづらかったりね、あと長押しちょっとしづらいとか、長押しする場合は、長押ししながら何かみたいなやつ、ちょっと不安定かなみたいなところもあったんですよね。このコントローラーはね、右スティックがね、1ヶ月くらいドリフトしちゃって、大きくドリフトしちゃって、ちょっと使いづらくなっちゃったんですけど、だからね、こちらのコントローラーはですね、かなり安定して打ってますね、これ。これかな、こうやって。これは右スティックでグレネードやってるんだけど、こうやって選べるし、僕これ左のこの背面ボタンは武器に切り替えなんだけども、これほら、連続でできるし、長押しで武器しまえるしと。こんな感じ。結構いい感じだね。で、次は、どうしようかな。色があるんだよね。色も設定できて、今ね、これ青、赤い色は緑で光らせてるんだけど、これ上のこのフレームと、この ABC ボタンとこのスティックのこの真ん中の列、そしてこの下の十字キーと右スティックの列。これでそれぞれ色を分けれます。で、色は赤色、緑色、青色って感じですね。このでね、色を分けることができるんですよ。で、下も今、点滅してるのと今ずっと光ってるのがあるんだけど、これも選ぶことができますね。ここ点滅してるし、ここはずっと光ってる。ここは点滅するみたいな。そういう色の設定もできます。
まあ、結構カスタム性に優れてるですね。見た目のカスタムもできる。そんなコントローラーです。これはスペクトラ版だけですからね。普通のワインハンスワイドコントローラーではないですから。そこも注意してください。うん。次はスティックについてかな。スティックはですね、今僕いつもね、使ってたのはね、このデュアルセンス、PS5 の純正鋼なんだけど、こちらと比べるとね、少しだけ高いですね、スティックが。見てわかるかな？今振りくれてるぐらいかな。やっぱ1ミリ差ぐらいかな。まあ、微妙に高いって感じだね。まあでもほとんど変わらないですよね。スティックの感じは、僕は違和感なかったですね。で、スティック動かしてる感じなんですけど、1日目はね、ちょっと、あれかなと思ったんだけど、ちょっと設定を変えてみて、デッドゾーンを僕とデュアルセンス、この PS5 使ってるときは、2にしてなんですけど、これ3にしてみると結構いい感じで、このコントローラー使えてますね。同じような感覚で。ただまあ一応ね、このエンハンストコントローラー使った後に、デュアルセンスを使うと、もうすんごい滑らかだなってなっちゃいますね。まあそこの辺がやっぱり純正鋼の強いところですよね。スティックがやっぱりね、デュアルセンスの方が滑らかですね、かなり。ただこのコントローラーも全然ゲームする分には全く違和感もなく、それ使ってる間は何も違和感感じませんね。比較したらちょっと変わるだけで。だから本当にスティックに限界を求めて、スティックの限界性能を求めてるっていう人は、もし背面のボタン付きのコントローラー買うんだったら、やっぱり純正コン改造したカスタムコントローラー、この BBC みたいな、こういうのを買うべきだと思いますね。こちらはまあプロコンだから、一から作ってるっちゃ作ってるからね。一からなのかどうかわかんないんだけど、あんまり。スティックの感じも多分、純正品丸々パクってるわけじゃないと思うから、シリーズ X コントローラー触ってみたいなとは思うんですけどね。まあ少なくとも言えることは、こっちよりもこっちのスティックの方が滑らかではある。でも全然問題ないですよ、こっちも。しかもこっちコストパフォーマンスがいいからね。こっち Amazon で買うと大体ね、アメリカの Amazon だと、本体が4000円か4000ちょっとぐらいで売ってて、まあ、輸送料込みで日本でだったら大体5000ちょっとぐらいの円、5000何百円ぐらいかな、多分輸送料込みで。まあ日本版の Amazon だったら8000円ぐらいになっちゃうんですけども、その分到着が早いですね。到着が、僕日本版で買ったんですけども、到着が次の日だったんでね。これはすごい。アメリカ版だったらやっぱり8日から20日ぐらいかかるのかな。まあそれはちょっとの場合の、その時のタイミングによるんだけど。だから結構、まあ、値段変わってくるから、コストパフォーマンスですよね、やっぱり。このコントローラーだから、安い部類に入るんですよね、だから。特に。まあ5000円で買えたらオケモンですよね。かなりいいですよ、これは。しかも背面にボタンあるし。みんなも背面にボタンが欲しいなって思ったこともあるんじゃないですかね。やっぱり純正コン使ってて。やっぱちょっとやりづらいなと。やっぱその人の形によりますからね、大きさに。手の大きさとか。手の形、持ち方。やっぱ苦しいなってなった時に、1個ボタンがあったらな、2個ボタンがあったらなって思った時にね、このコントローラーはかなりエントリーモデルとしてはいいんじゃないですかね。そういう背面ボタン付きのコントローラーの。やっぱり高いやつは2万円とか3万円しますけど、まあそういうのでも合わなかったら怖いじゃないですか。やっぱ背面いらんかったなとか。そういうのならないように、このコントローラーを買って、試しておくのがいいんじゃないかなって思うし、別にこのコントローラーが全然1000級で使えると思いますね、僕は。このコントローラーがダメとかはないし。よし、あとあれですね。TSM のインペリアルハルさんは、このパワー A から出てる、フュージョンプロっていうコントローラーを使ってるのかな。なんかそういう話もあるんでね。まあ、このパワー A のコントローラーは、まあ、ある程度、信頼が起きるんじゃないかなと、僕は思います。で、まあ、こんな感じなのかな、最後。終わりかな。やることとしては。うん。こんなもんだね。最後はちょっとこれで遠距離射撃して終わろうか。いくよ。お、いいね。削れたよ、これ。はい、最後にまとめです。このコントローラーですね。コスパがいい、背面がある、背面押しやすい。そしてスティックも慣れれば OK。形も Xbox シリーズに準拠してるから持ちやすい。ただし、スティックの滑らかさはデュアルセンスに劣る。という感じですね。まあ本当にエントリーモデルとしてカスタムコントローラーを触りたいなという人は、まあカスタムでもプロコントローラーでもされたいなという人は、こちらですね、先に試してみてもいいんじゃないでしょうか。こ
こちらを準備段階で入ってみると。まあ、めちゃめちゃ高いじゃないですからね。まあ、安めの部類に入るんで。あとですね、こちらスイッチのコントローラーもありますね。スイッチのコントローラーの場合はですね、Nintendo Switch っていうのが書いてあるコントローラーを買いましょう。で、Xbox で使う場合は、Xbox で書いてあるやつを使いましょう。PS4 では使えないです。PS5 でも使えないです。そちら注意してください。では以上です。ありがとうございました。